主に中世のヨーロッパにおいて騎馬で戦う者に与えられた名誉的称号である騎士名誉と社会的地位を持ち、独特の美学や規範を有するなどの点で日本の武士と非常によく似ていることで知られています。しかし人気の面では地元であるヨーロッパにおいてさえ日本の武士の人気は高く、騎士道や中世ヨーロッパの話題を中心に取り上げているフォロワー14万人の X ユーザーは以下のように自身の投稿の目的や意義を伝えています。私は侍を愛する西洋人に共感します。しかし私のプロジェクトの目的の一つは神秘的で名誉を重んじる戦士の精神性や価値観等を求める場合、何も遥か遠くにある日本の伝統に目を向ける必要はないという点を示すことなのです。それはここ西洋にあるのですから。この投稿には騎士道のファンから大きな反響があり、なぜ欧州においてさえ人気の面で騎士は武士に勝てないのかが様々な視点から語り合われていました。そこで今回は海外で幅広く人気を得ている武士や武士道について考えていきたいと思います。先ほどの投稿には大変多くの反響が寄せられました。確かにヨーロッパで武士は愛されてる。侍型の日本の文化全般と同じく最高にクールだから仕方がない。自分も日本に関する物事が大好きだ。魅了されていると言ってもよい。西洋人が十字軍や中世の騎士たちを英雄的で高潔な存在として描くことがほとんどないのは悲劇と言っていいくらいに残念だ。2つの文化の考え方には本当の違いがある。赤穂四十七士に匹敵するような歴史的事件はヨーロッパには存在しない。こういう投稿が必要だったんだ。西洋は騎士道精神と世界観を取り戻す必要がある。自分はクリスチャンだけど侍が大好きだ。もし仮にあなたが海外の友人から武士とはどういうものですかと聞かれたら何とお答えになるでしょうか。武士の定義は様々ですが、刀を持っている人、主君から禄を得ている人、殿様の城下に住んでいる人、どれも正解で、存在した日本の武士を一言で表す定義を見つけるのは難しいと思います。そもそも日本史において職業軍人または農場主たる武士の登場は奈良時代末期から平安時代初期に遡ると言われています。しかし実際に我々が武士と最初に認識する時代は一般的には平清盛の登場あたりからではないでしょうか。海外の人から見れば当時の日本人はほとんど武士であるかのように錯覚しがちですが、実際のところ幕末明治初期の調査では武士の割合は総人口の 7% にしか過ぎません。ですから武士の文化というのは生粋の日本人にとっては支配層なのであって、武士の生き方を現在生きる日本人が全て踏襲しているわけではないということを基本に考えなければいけません。しかし海外の方はそうは見てくれません。日本の侍や忍者に憧れる海外の人は少なくありません。少し前では黒澤明監督の7人の侍やトム・クルーズ主演のラストサムライなどが侍映画の代表作として知られていましたが、近年はアニメやゲームから日本の歴史に触れるという人が増えています。それでは海外の人は日本のどんな侍にどんな魅力を感じているのでしょうか。少し古い資料ですが、海外のまとめサイトラストバースにて魅力的な侍トップ10という記事が掲載されました。そこにはおなじみの有名武将のほか、日本でもあまり知られていないマニアックな人物も選ばれていたのです。具体的には1位織田信長、2位豊臣秀吉、3位武田信玄、4位徳川家康、5位伊達政宗、6位本田忠勝、7位宮本武蔵、8位楠木正成、9位源為朝、10位巴御前となります。情報の真偽性はともかく大変興味深いデータだと思います。戦国時代の武将が多くランクインしてるのは理解できますが、楠木正成や巴御前まで海外の方に認知されているということが大変な驚きです。ではなぜこれほどまでに海外の方は侍に引きつけられるのでしょう。日本人がヨーロッパの王室や騎士の英雄譚に惹かれるように、異国文化に対する単純な興味というのももちろん大きな理由の一つでしょう。また日本は島国という地形も相まって、鎧や刀などの侍のいでたちはアジア大陸や西欧諸国とは違う独特の形で進化しました。それが海外の方には神秘的に見えるのかもしれません。しかしそういった中でも侍の代名詞でもある
武士道精神が驚きとともに魅力的に映って見えているためではないでしょうか。合理的に立ち回るよりも主君を尊び家名を重んじる精神、中でも切腹という責任の取り方は自決を禁じるキリスト教が根底にある騎士道にはないものです。さらに侍を魅力的に描き出す数々の映像作品、アニメやゲームの影響も大いにあるでしょう。鎌倉時代の蒙古襲来をモチーフにしたゲームゴースト・オブ・ツシマが世界的大ヒットとなり、舞台となった対馬への海外の観光客が増加したというニュースもあります。ここに出てきた武士道精神は新渡戸稲造が明治時代に世界に広めたものであると言われています。大概の人が紙幣のデザインともなった新渡戸稲造の名前をご存知だと思います。しかし彼が何者かを詳しく知る人は少ないと思われます。1920年代第一次世界大戦後に創設された国際連盟の事務次長としてフィンランドとスウェーデンの間にあるオーランド諸島の帰属をめぐる紛争を平和裏に解決させたことは新渡戸の代表的な業績と言われています。もう一つの偉大な業績は武士道を表したことです。アメリカ大統領セオドア・ローズベルトはこの武士道に大いに共感し、日露戦争の講和に尽力し、その功績によりノーベル平和賞を受賞したことでも知られています。また同じくジョン・ F ・ケネディ大統領も武士道を座右の書の一つに挙げています。日本の産業界でもソニー初代社長の前田多門氏は東京帝国大学時代より新渡戸に師事していました。国境を越えて偉大なリーダーたちに多大な影響を及ぼしてきたこの書物は英語で書かれ、1900年にアメリカ・フィラデルフィアで発行されました。以後日本語を含め30カ国語以上の言語に翻訳されている超ベストセラーなのです。多くの海外の方は日本人が全てこの武士道のもとに人生を送っていると思われている向きもあります。しかし新渡戸については小学校の道徳の教科書に少々掲載されている教科書会社があるくらいで、他の歴史的人物のような扱いではありません。市場原理を第一義とする新自由主義、経済や企業活動のグローバル化、それを受けた日本社会の多元化、女性の積極的活躍など、さまざまな国籍や文化、イデオロギーや価値観が交錯する時代にあって、武士道は執筆されて114年も経っているものの、日本人がこれから世界の中でいかに振る舞い、自分たちとは異なる人たちと共存共栄していくべきか、その軸となる心の持ち方を教えています。例えば、宗教やイデオロギーが異なろうと、さまざまな国の人たちの存在価値を認識し、互いに謙遜し、互いに学び合い、互いに支え合うことを新渡戸は読者に求めます。それは新しい道徳とも言えますが、社会の上下関係から成るたての道徳だけでなく、人々の間に存在する横の関係を尊重する道徳の必要性からなのです。したがって新渡戸は男女間のあらゆる差別に反対でした。日本も世界も男性と女性は半々であり、男性ばかりが頑張ったところでもう半分の女性が力を発揮できなければ、日本の発展もなければ世界の成長もない。実は武士道の中で最もページが割かれているのは第14章、女性の教育とその地位なのです。武士道は刀の正しい使用を大いに強調したのと同様に、その誤った使用を非難嫌悪した。振るう必要もないのに刀を振り回した者は卑怯者であり洞吹きであったと戒めています。刀を権力、権限という言葉に置き換えてみるとよりよく理解できます。現代に生きる我々の社会でもそうですが、大半の人たちがそれがいかに小さなものでも権力や権限の持ち主になるとむやみにそれを行使しがちです。この動画をご覧の皆さんの周りにも必ずいるはずです。そのような人が新渡戸は、地球上のすべての国民の精神的価値はその国民の伝統文化に根ざしていると言います。地球上で生活するあらゆる国民の歴史はそれぞれが人類の歴史の1ページを代表しており、その価値は取り返しのつかないもので敬意を払わなければならない。そしてそこから相互の信頼や扶助が生まれてくると主張します。日本の武士道と西洋の騎士道を比べながら、そこには同じ基本的な人間精神が存在していると指摘しています。2つの文化が表面上どれほど異なっているように見えようとも、それらは人間が作り出した文化であり、そういうものとして深い類似性を持っていると100年以上前に言っているのです。草原勝秀氏はその著
新渡戸稲造はなぜ武士道を書いたのかの中で、新渡戸はこの本で、日本には宗教教育はないが武士道というものがあり、それが日本人の道徳の基礎となっていることを広く世界に伝えようとした。その文章からは新渡戸のある思いがひしひしと伝わってくる。それは日本及び日本人に対する揺るぎない自信と誇りであるとこのように論じています。明治という時代に我々日本は世界デビューを果たしました。新渡戸がその日本の代表としてさまざまな国の人々と交流する中で、日本人の尊さを改めて認識したとともに、それを自覚しない日本人にも失望感があったと思われます。ですから新渡戸は本当はもっと多くの日本人にこの本に触れてほしかったはずです。しかし現在我々が海外から受ける評価は新渡戸の杞憂に対して一つの答えを出していると感じます。思いやりの精神や自らを律する精神など、海外から絶賛されている部分は自分のことよりもまず社会という共助の精神が多くの日本人に備わっていることの証拠です。武士のイメージと相まって世界の人々の日本人に対する期待はさらに大きくなっていくでしょう。海外から日本人が称賛されることをただ喜ぶだけではなく、自分に備わっている日本人の性質のルーツを意識して生活することも、これからの日本人には大切なことなのではないでしょうか。これでこのお話は終わりです。この動画が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。